こんにちは、高野目工作室です。今回から第21章の潤滑油ポンプに入ります。エキセントリックロッドから作り始めます。このエキセントリックロッドおよびこの後作成するエキセントリックストラップは第20章の給水ポンプのものによく似ています。給水ポンプを作った時の経験から何箇所か作り方を変えようと思います。その一つがこのエキセントリックロッドの作成の順番です。その理由についてはまた後ほど。動画の方はエキセントリックストラップとの固定用のネジ穴を開けています。動画にはありませんが、事前に厚さ 2mm の真鍮板を 12mm の幅にしてあります。レバーとの関節の穴はリーマー仕上げです。テーパー部分を削るため、ジグにネジ穴を開けていきます。Y 軸方向のオフセットは CAD で計算して、X 軸方向は現物合わせで穴位置を決めていきます。このネジは M2.0 と細いので、自家製の特製タップハンドルで慎重にネジを切っていきます。テーパー部分を削っていきます。給水ポンプの時と同様に、エキセントリックストラップとの接合部分は平行のまま残しておきます。反対の辺はワークを裏返して削ることで左右が対称に仕上がります。レバーとの関節となる方は頭を丸めていきます。このチャンネルの視聴者にはもうすでにおなじみの光景ですね。関節の穴に通したネジをピボットとしてワークを回転させながら削っていきます。続いてエキセントリックストラップです。材料はホーキンの丸棒をスライスして使います。旋盤で切断面を平らにして所定の厚さまで調整していきます。薄いワークを安定して掴むために生爪を使っています。生爪はワークに合わせて掴む部分の加工をして使うものです。しかしここでは給水ポンプの時に使った生爪を再加工なしに再利用しています。生爪を使うことで裏面を削る時も面ブレの心配がありません。
所定の厚さになったらメタルソーで半分に切断していきます。切断面に毛書きを行い、2つをつなぎ合わせるためのネジ穴を開けていきます。切断面が水平になるように、バイスの顎とつらい位置にしてセットします。こちらのピースの穴は通り穴です。給水ポンプの時には反対側から削ることも考慮して貫通はさせませんでしたが、今回は貫通とします。その狙いについてもまた後ほど説明します。ワークをひっくり返して今開けた穴の位置を合わせます。穴の周りにネジの頭の落ち着く平面を削ります。もう一つのピースも同じようにバイスに固定します。こちらのピースの穴はネジ穴です。
2つのピースの穴は相互に一致していることが重要です。タップした穴は十分な深さが取れるように貫通としました。この時点で2つを一度組み立てます。この組み立てた状態で毛書きを行っていきます。給水ポンプの時にはネジ止めをする前に手で押さえながら毛書きを行ったので、やりにくい上に毛書き線が不正確になってしまいました。一通り毛書きを済ませて外形の加工に取り掛かります。まずは両サイドを削るため、ワークの中心線をバイスの顎に合わせて固定をしておきます。給水ポンプの時の経験から、荒削りではエンドミルを縦に送ると素早く大きく削ることができるということが分かっています。目標の毛書き線に近づいたら、エンドミルを水平に送って少しずつ削っていきます。こちら側は毛書き線を頼りに目視で削り終わりを判断しています。
反対側は今削ったところを基準として平行と幅を決めていきます。続けてオイルの注ぎ口とエキセントリックロッドとの接続部分の横の部分を削っていきます。ワークをひっくり返してエキセントリックロッドとの接続部分の反対側を削ります。エキセントリックストラップを一度分解して高さ方向を削っていきます。エキセントリックロッドとの接続部分は厚み方向に幅 2mm の溝を削ります。エキセントリックストラップを再び組み立ててオイルホールを開けていきます。注ぎ口は3パイです。手動面に潤滑油を導く通路は傾斜しています。この穴は注ぎ口の底に 1.5mm の直径で開けていきます。
エキセントリックロッドを固定するネジ穴はワークを寝かせた状態で開けていきます。最初に下穴ドリルで溝の両方の壁を貫通します。続いて上側の壁だけを 2mm のドリルで広げていきます。最後にタップでネジを切ります。給水ポンプを作った時にはこの部分のネジのサイズを勘違いして M2.0 とすべきところを私は M2.6 で作ってしまいました。今度はネジサイズを間違えないように注意をしました。変身カムのはまる穴は直径が大きいので旋盤で開けていきます。ワークの固定には面板を使いますが、面板中央の穴は大きいので、まずは給水ポンプを作るときに準備したサポートプレートを面板に仮固定します。サポートプレートとワークの間には刃物が逃げ込むための隙間が欲しかったので、スペーサーリングを挟みます。ワークの上から自作の小さなクランプで押さえます。三つ詰めチャックに変えて今準備した面板を取り付けます。面板を使うときにはサドルに取り付けてある切り子よけが邪魔でバイトが面板まで届かないため、このチップガードを取り外す必要があります。続いて芯出しを行います。穴の中心にセンターファインダーを合わせます。反対側は芯押し台につけたライブセンターで支えます。センターファインダーにダイヤルゲージを当ててズレの量を確認しながらサポートプレートを少しずつ動かして中心を合わせていきます。私は横着をしてダイヤルゲージをセンターファインダーに当てたままサポートプレートを叩いていますが、これはダイヤルゲージを傷める原因になるので決してお勧めしません。いきなりセンターファインダーで芯出しを行っているので、最初ダイヤルゲージの振れがとても大きくなっています。芯押し台センターを基準にして
目視でおよそ中心を合わせておけば微修正で済ませることができます。動画にはありませんが、この時もなかなか中心が合わず、悪戦苦闘の末、最初からやり直す羽目になりました。苦労の甲斐あってダイヤルゲージの針は微動だにしません。この時点では内心ガッツポーズです。あくまでこの時点では。穴の開け始めはスポッティングドリルです。細いドリルから始めて徐々に太いドリルで穴を広げていきます。このドリルは 13mm でドリルジャックでつかめる最も太いものです。給水ポンプの時はこの後中繰りバイトで広げていきました。実はこの時点で不吉なことに気づきましたが、その話はまた後ほど。さらにもう一台太いドリルを使っていきます。ドリルのシャックはモールステーパーの2番でテールストックに直接装着して使います。ただし私の旋盤の新押し台のテーパーは MT3 なのでドリルスリーブを使って変換します。緑のものはシリコーンのシートで手を保護するために使っています。さて、発覚したトラブルのことをお話しします。見るからに穴の位置がずれています。画面下から伸びているのは極細の中繰りバイトです。当然のことながら主軸を回しても刃先は今開けた穴の縁に沿っています。問題はこの毛書き線です。この線は穴の仕上がり予定線ですが、明らかに偏ってます。芯出しをやり直す必要はありますが、すでに中心部分には穴が開いているので、センターファインダーを使うことはできません。残されている毛書き線を基準にして芯出しを行っていくことになります。こういう場合、教科書的にはトース管を使うのですが、私は持っていないので、このバイトの先端をトース管の代わりにして芯出しをやり直します。ワークの位置とバイトの位置を少しずつ変えながら、刃先が全周にわたって基準円に沿うように調整をしていきます。しかし、どの工程でこんな大きなズレが起きたのか、作業を遡って見てみましょう。はじめはズレは起きていません。ところがこの最初のドリルの終わりですでにズレが確認できます。
ドリルの途中で振動を感じていたので、サポートプレートの重心が回転中心からずれていて、さらに固定が不十分だったのでずれてしまったのではないかと推察されます。原因究明はここまでにして、各部を締め直して修正の作業に取り掛かります。ずれた位置に開いてしまっている穴を極細の中繰りバイトで広げて、穴の中心を正しい位置まで移動させます。このトラブルが起きる前までは別のタイプのボーリングバーで穴の仕上げ削りを行うつもりでした。この極細の中繰りバイトはこのような大きな穴を削るのには強度が不足していますが、せっかくセットしてあるのでそのまま穴の修正と仕上げに使い続けることとしました。その代償として切り込み量と送りをごくごく小さくする必要があります。作業中は往復台のハンドルに意識を集中していて、他のことを考えるような余裕はありませんでしたが、映像が単調なのでナレーションの方では今回の事故への対応策をお話ししていきたいと思います。面板や四つ詰めのインディペンデントチャックを使う場合、往々にして重心は回転中心からずれてしまいます。このような場合、カウンターウェイトをつけてバランスを取ります。ただし、バランスが取れているかを確認する方法については、なかなかいい方法が思いつきません。原理的にはバランスが崩れていれば、旋盤の主軸に面板などをつけただけで、主軸は回転し、重たい方が下になるはずです。現実には、旋盤の主軸はラジアス、スラスト両方向に強い力を受けてもなお、ガタつきなく回ることが求められているので、主軸を支えるベアリングにはプリロードがかかっています。そのため、わずかなバランスの崩れを検出することは不可能です。再び、串間さんの本の中にヒントを見つけました。これはフライホイールやプーリーのバランスを検査する装置とのことです。この装置を単にスケールアップしただけでは克服できない問題があることには気づいているので、実現は容易ではありません。他のタイプの検査装置も考えましたが、ここではその話は割愛します。話を穴繰り作業に戻します。画面からも確認できるように穴位置のズレはほぼほぼ修正されています。予定の毛書き線まではまだ削る必要がありますが、ここで穴の内径を測っています。その目的はクロススライドのメモリのキャリブレーションです。少し削ってはメモリを調整することを繰り返しながら、メモリでは最終目的である 20.1mm にまでなりました。表面の状態も良いようです。いよいよ内径の最終計測です。結果は 20.10、100分の1ミリの単位までぴったりです。早速、変振カムとのはめ合いを確認していきます。少し緩すぎるかなとも思いましたが、ガタつきはないのでむしろ好都合です。この固くはまり込んだドリルスリーブからドリルを抜く方法ですが、この穴から
専用の台形の、ドリルリフトというのを突っ込んで、叩いて抜くというのが、本筋というか、そういう道具が売られてるんですが、私はこういう2ピースの、ドリルリフトを自作しました。これ、片側から半分入れて、もう片側からこう半分入れて、これをよいしょ。万力でぐっと締めてやると外れてくるという代物です。続いてエキセントリックロッドと反対側の円弧削りをするためにカムの通る穴にかぶせる蓋を作ります。作ると言っても給水ポンプを作った時のものをリサイズして再利用します。蓋の形はコインのような薄い円盤です。このような形のワークを削るにはしばしば生爪が登場しましたが、今回はオーソドックスな方法で雇いを使います。映像はまさにその雇いを削っているところです。私としては珍しく豪快に切り子を飛ばしながら削っているので、リアルタイムでしばらくご覧ください。豪快という割には迫力に欠けるのは使っているチップが仕上げ用のものなので、これ以上は新たな事故になりかねません。最初直径 15mm だった材料が蓋の中心の穴の直径と同じ 4mm にまで削られました。蓋に開いている穴とのはまり具合を確認しています。材料の時の直径のまま残っている部分との段差は蓋とのもう一つの接触面なので、最後に平らに仕上げます。
雇いが完成したので、やっと蓋のリサイズに取り掛かることができます。まずはつばの部分を少し削り落とします。続いて胴体の直径をエキセントリックストラップの穴の直径に合わせます。最後に段差の角の部分の削り残しを突っ切りバイトで削り落とします。事故を乗り越えて、このエキセントリックストラップの加工もこの後ろの部分ですね、この部分の加工が残るまでとなりました。でこの部分を削るやり方としては、給水ポンプの時と同じようにこのカムの穴にこの蓋をしてよっ硬い蓋をして、この蓋の中心に、軸を通して、で、ここをエンドミルで、円弧削りするということを、行いました。このところでこの蓋なんですけれども、この蓋に前回は柄をネジ止めしたんですけど、この穴の間隔を決めた時の先見性が不足していて、どこしてよっわかりますかね。ちょうど穴の中心とネジ穴の中心とこの枠の中心が一致していると、先見性が不足していたといえばその面度なんですけども、そのためにこの穴は今回使うことはできません。穴を開け直して柄を取り付けるということも考えられるんですけれども、準備のための作業は少ないに越したことはないので、このエキセントリックロッド、これを柄の代わりにするようにしたいと思います。です。ここへこう取り付けてしまえば、ウォーターポンプの時よりも十分長いですので、柄の代用になるということを考えて、真っ先にこのエキセントリックロッドを作りました。それではちょっとこのエキセントリックロッドとストラップを組み立てたいと思います。
見立ててみるとギリギリネジの頭は、蓋と干渉せずにというか、触ってはいるんですけど組み立てあります。ところがですね、この裏側が問題で、こういう角度だとわかるでしょうかね。少し出っ張りがあります。でこれエキセントリックストラップの厚さが 5mm なのに対してこのネジは 6mm の長さがあるので、1mm 弱出っ張ってしまうのは仕方がないというところなんですが、何がこれ出っ張ると問題かっていうと、削りをするときにこの蓋の中心にネジを通して、こういうジグで通してこれで回してやるんですけども、このネジがジグと干渉して十分な範囲回すということが難しいです。じゃあネジを短く切れるかっていうと、この M2 のネジの先端を 1mm だけ短くするっていうのもこれもまた難しい話です。ネジのストックの中から何かいいものないかと探してたところで、こちらのサラビスを見つけました。こちらは先ほどの鍋の、鍋ビスですけれども、この鍋ビスはこの頭の下側が、6mm なのに対して、このサラネジの方は全長で 6mm ということで、このネジの部分がわずかにこの鍋ビスよりもサラビスの方が短いのではないかなということで試してみることにしました。それでは組み立て直します。さて裏側はどうでしょうか。じゃじゃーん。大丈夫ですね。出っ張りはありません。これで、裏側の問題は解決しました。ただし、この蓋を閉めようとすると、鍋ビスに比べてサラビスは頭が大きいので、この縁を削って余裕を作るというのだけは、行わなければいけません。とは言ってもこれのつばの外周をもう少し削るだけであれば大した問題ではありません。もう一つ当初の目論見通りにいかないのが、この円弧の部分と平らな部分、このつなぎ目です。これは給水ポンプの時のストラップなんですけれども、この円弧削りをするときにここにはめてあった留めネジの頭が邪魔でうまくできませんでした。で今回はこの取り付け座、本来の高さはこの辺、ここまでなんですけど、これだけ高くして、残しておくことでエンドミルで円弧削りをしてきたときにネジをかわすことができるかなと思ってたんですが、手書きをしてみるとこんな極細のよっぽど細いエンドミルで行わないと無理だということが分かりました。この部分の円弧削りを行うときに、この固定しているネジですね、ここを通ってますけど、このネジを傷めてしまわないように、このネジ見えてないので、よほど注意をしながら削りたいというふうに思います。削り終わりの位置は毛書き線で示してありますが、作業中には切り子に隠れて見えにくいので、ドリルで穴を開けて目立たせるようにしています。エキセントリックロッドの関節の穴には
小さなネジをはめて指がかかりやすいようにしています。円弧削りには3ミリのエンドミルを使っています。一番最初の削りは途中までとし、残りは反対側から削りました。第2層目以降は端から端まで往復しながら溝を深くしていきます。この時指にかかる力と振動は想像以上で、エキセントリックロッドを回転の柄として使ったのは正しい判断とは言えません。特に削り終わりの印の穴に差し掛かる部分では、その振動はとても大きいので注意が必要です。途中エキセントリックロッドの取り付けネジが緩んできてしまったので、締め直して作業は続行しました。同じような絵面ですが、溝が貫通したところで溝の壁を少し削って仕上げを行います。円弧削りの状態を確認しています。溝はエキセントリックストラップの固定ネジの穴までは達していません。固定ネジを傷つけるのを恐れるあまりに溝の範囲が狭すぎたようです。続いては固定ネジの座を仕上げますが、その前に余分を切り落としておきます。ここではメタル層代わりにキーシートカッターを使っています。ひとまず、加工を終えました。いろいろ苦心したというか策を浪しましたけれども、やはりこの部分残りが出ますね。これの加工については、ヤスリで少しずつ手作業で削っていきたいというふうに思います。
組み立ててみました。こんな感じです。ここはヤスリで修正をして、あと1箇所やり忘れてたところがあったんで、ちょっと綺麗な円弧になってませんけれども、まあ、床下であまり目立たないところなので良いでしょう。それからこのネジは、鍋ネジに戻しました。実際の動作の時にはこの出っ張りは、影響がないと思われるので、鍋ビスに戻しました。こんな格好です。本の絵と比べるとこんな感じですか。はい。ご視聴ありがとうございました。